ふむ、やはり荒事は避けられぬようだの。はい、ですので。と、町やご来賓のようでの。ちと下がっておれ。これは騎士殿や、ご足労いただき誠にありがたく存じまする。迎えもできなんだ無作法、どうか許したもれ。本来ならばまずはご一献もてなし差し上げたき所存なれど、こたびは喫緊のうちに果たさねばならぬ試技があり申す。ゆえに騎士殿の腕前を見込んでお頼み申し上げまする。何とぞわっちらに助力をいただけませんかの。さよう。先般来とある村落にて賊の長領が盛んでしての。数も力もそれそのものはさほどのものではあり申さねど、かの地は領したばかりの僻地ゆえ、兵の配置もなおざりなれば賊もこちらを侮りけむ。隠れて火付け盗賊を働き徳失せること限りなし。されど血とばかり叩いたとて土を正さねば海ミミズの湧くごとく、新たな賊の引きも切らずは必定なれば、ここは意を示し恐れをもって禍根を断つより他になしと思いはべり、かかる試技ゆえその一助として騎士殿のプリンセスナイトの力を拝借したく候。異なる世界の神秘すら味方とあらば、我が意を示す功は癒ますゆえに。重ね重ねのご好意、御礼申し上げたてまつらん。このジオゲヘナは弱肉強食の江戸なれど、姫とあらば民草が無下に食われるは捨ておけぬでな。ではミーヤや。はい、ネフィーネラ様。ありがたくも騎士殿の助力は得られ候。事の司祭はうぬから頼めるかえ。かしこまりました。村の場所や族の特徴などは私の方から説明させてもらいます。もちろん報酬につきましても。騎士殿とのお目通りはお初でありんすな。これなるはミーヤというモンストレス。ちとばかり肝は小さいものの、物覚えがよく目端が利くゆえ、家人の一人としてそばに置いて候。はじめまして、騎士殿さん、ミーヤです。座右の銘は長いものには巻かれろです。胸を張るような銘ではないと常々たしなめておるのだがの。得意の数勘定のみでなく、たまには腕っぷしも磨かねば。いずれはうぬが卵を飲み込むように魔物に飲み込まれるがオチだというに。鍛えてはいるんですけど。とにかく騎士殿さん、資料は別室に用意してあるからこちらに来ていただけますか。事の運びはこれでよし。はてさて、プリンセスナイトの力なるはいかなるものか。これを機に見定められるとようござんすが。やっと着きました。もう歩けません。いやいや、這うのだってこう見えて結構筋力使うんですって鍛えているのであろう。なればこれも鍛錬の一つと心得るがよかろうて。はい。それにしてもパッと見はともかく
盗賊のせいでところどころ家が荒れちゃったり、防御用の柵が壊れちゃってるみたいですね。わっちのお隣があると聞き及び、急ぎ取り繕ったようだの。さて、ミーアや到着を村人らに伝えませ。はい。デビルズトースの皆さん、注目。ネフィーネラ様が賊の討伐に来てくださったわ。代表の者は速やかに前へ出るように。おー、ネフィーネラ様、オラたちみてえな新参者のために本当に来てくださるとは感謝の言葉もありませんさ。わっちに下駄を預けたのなら時期など関係ありんせん。九段の賊とやら前々から悪事を働いていた一党と同じでそういないかの。そうなんですよ。あいつらにもうこの村はネフィーネラ様の領地だって伝えたのに、結局こうして略奪を繰り返して。ネフィーネラ様の名前は知っていても、実際の強さを目の当たりにしたことがない連中ってことなんでしょうか。それでもなお挑むのであれば気概はあるんでしょうけど、あるいはなおざりにして蔑まれているだけやもしれぬがの。賊の狼藉は闇夜に紛れてのみと聞き及ぶが。はい、そこも変わらずっす。オラたちも見張りを立ててはいるんすが、どうしても限界があって。自警団って？ふむふむ。魔物や賊から村を守るために戦える人を集めた組織？そんなのあるわけないじゃないですか。ジオゲヘナでは自分の身は自分で守るのが基本ですよ。孵化したばかりの恐竜の稚児にも及ばぬ身でよう吠えるの。さておき、ミーアメの申した通り、魔物が長領ばっこするこの地では自立自衛が万事の基礎であります。故に自警団の類、あるいは弱者を庇護するような法度はありんせん。代わりというにははばかりながら、互いの背を預ける真偽や一度結んだ盟約を守らんとする気概は大いにありますれば、それが増え重なりより集まりて、やがてかような村落になる次第で候。じゃあ村の案内はオラがさせてもらいやす。賊の被害があったばっかりなんでお見苦しいとこもあるかと思いやすが。もう武器が壊されちゃってる。ねえ、何でもいいから使えそうな槍とかない？槍？じゃあうちの家の支柱を一本やるよ。よっと。助かる。ナナ、お前んとこの柵ばらしてボルトにしていいか？おー、いいぞ、持ってけ持ってけ。そんなの別に普通ですよね。普通っすね。騎士殿や、お前様も知っての通り、ジオゲヘナは高き魔物あふれる地なれば、気づく家屋も花から魔物の害あらんことを見越しておりまする。不意の侵入で崩れ落ちてもすぐ立て直せるように、そしていざとなれば柱を槍に戸板を盾としてでも戦えるように、あらかじめ仕込みを済ませているという次第に候。共用の武器庫とか食料庫とかは他より頑丈に作って村の中央に置くことが多いですけどね。レアな武器とか壊されちゃうとだるいので。一応まだ一番大事な子は賊から守れちゃいますが、外堀は埋められちまったし防御壁も壊されちまったしで、
今みんなで必死に直してるとこっす。いいんすか？そりゃ助かるっす。そんなのダメダメですよ。あなたは姫様の助っ人なんですからね。ドーンと構えてればいいんです。その言い開きでは長いものに巻かれるというより竜の意を狩る蛇のごとしでありんすな。そんなことはありませんよ。されど騎士殿や、おそらくこれより賊の襲来ありと予見されまするよし、今は力を残すの手立てと思いまするが。ふむ、モネより聞き及びし通り、騎士殿はジオゲヘナではそう見られぬ特進の持ち主でありんすな。その通りです。偉いですね。モンストロンでもないのに。ならばミーアやウヌも騎士殿と共に汗水垂らし壁の補修を手伝うように。私もですか？姫様は？バカ言うてねえ、ラミアの娘っ子。なお恐ろしいこと頼めるわけねえっての。わっちの細腕では合力仕事など夢のまた夢でありますゆえ、櫓にて見張りの一角と後備えに努めさせていただきとう存じまする。お、壁の修理手伝ってくれるってあんたたち？じゃあ早速頼むよ。ついてきて。楽できるって思ってたのに。こんな夜更けまでこき使われるなんて、筋肉痛で脱皮しちゃいますよ。たまには肉体労働もおつであるのミーアや。もう私はこんなヘトヘトなのに姫様見てるだけなんてずるいですよ。ほう。騎士殿や新たな神羅の前でなんと人聞きの悪いことを申しおる。わっちの家人の身の程で。やむを得まい。これは仕置きと参らねばの。それ。姫様、誤爆？いや待て、やられたやつの姿が変わって、まさか魔法で賊が変身してたのか？うぬらの働きを頭上より眺めおきしは伊達や水郷にありんせん。おお、さすがネフィーネラ様だ。大方少数が姿を変えて紛れ込み、内側から守りに穴を開け、外に伏せし本体がその穴より攻め入るといった手札であろうのう。そこな賊めらよ。くそ、あの女こっちの変装を見破ったのか。村のバカどもは騒ぎになるまで気づかねえってのに。待て、まさかあいつネフィーネラか？はったりだと思ってたのに本当にここを領地にしたのかよ。けっ、賊どもめ、これまでよくも騙してくれやがって。みんな武器を取れ。散々好き勝手してくれた分お返ししてやるぜ。あいや、待ちおれ皆の衆。つい今しがたまでロークを続け、疲れもあらわとなる頃合いでありんしょう。ここはわっちに委ねますせ。
ですけど、まさか姫様お一人で？無論外の族ども含めただの一人とて逃がさぬゆえに。すげえ。これが噂に名高い黒金の姫の力かよ。50人はいた族どもが一瞬でぶちのめされちまったぞ。信じられねえ。どうですか？これが皆さんの支配者である姫様です。弱肉強食の掟に従いトグロを巻いてひれ伏すといいですよ。まったくうぬときたらそのようなことで胸を張るなと言うておるに。それにこの族どもも全くもって骨のないことよ。新たな神羅に意を見せるつもりはありんしたが、思わず力んでしもうたかの。騎士殿の前で少々見栄を切ってしもうた市議もあれど、さりとてこれではやむを得ぬ。一つ下手な芝居を打たねばなるまいかの。くそ、もうダメだ。おしまいだ。バケモノめ、ここまでだって知ってりゃ手出ししなかったってのに。あれ、まだ動ける人たちがいる。あ、そっか。そもそも騎士殿さんのプリンセスナイトの力を調査するつもりだったんだっけ。騎士殿や、今の一幕にてちとばかり張り切りすぎてしまいましての。改めて力を貸してくだしゃんせ。甘いです。蛇は首だけになっても噛みついてくるものなんですよ。とどめを刺さなくちゃ安心なんてできません。騎士殿、お前様の特使はまことたっときものなれど、その慈悲を向ける相手は厳正に選ぶべきかと愚行いたしまする。そうですそうです。夜中にこそこそして変装までするような盗賊は甘やかせば甘やかすだけつけ上がって繰り返すに決まってるんですから。やめてくれ、知りたくない。勝手なこと言いやがって。お前らが荒らしまくったせいでどれだけ被害が出たと思ってやがる。もう騎士殿さん、姫様の頼みなんですよ。聞いた方が絶対いいですよ。なんだ、姫様たちなんか揉めてんのか？っていうか、ネフィーネラ様や異世界から来てくれた英雄さんの手を煩わせるまでもないわ。そうでしょみんな。そうだ、復讐だ。とどめは俺たちに任せてもらうぜ。こいつらの首を壁に並べてやる。邪魔すんな。どいてくれ、英雄さんよ。何なんでしょう。アネモネちゃんじゃないですけど理解できません。騎士殿さんのしてることめちゃくちゃに思えますけど。姫様？頼むよ、助けてくれよ。もう死ねえって約束するからさ。そんなもん信じられるか。自分たちのしたことの報いを受けさせてやる。そうよ、倍返しだわ、倍返し。静まりや皆の衆。まずは騎士殿、お前様のお心づもりを伺いとう存じまする。族どもにまで過分に慈悲をかけんとす。その真意はいかなる義にや。
この人たちの仲間が報復に来るかもってことですか？そんならまた返り討ちにしてやる。でもな、そのたんびにネフィーネラ様の手をお借りするわけにも。姫様もお暇ってわけじゃないですしね。なら復讐してきそうな奴らを根絶やしにしちゃえば。まあそりゃあんま現実的じゃねえとは思うがよ。皆の言い、よくわかり申した。ではわっちから沙汰を言い渡さん。この族どもは闘技場の剣道としてくれよう。闘技場って生蔵一本で上級の魔物と対マンさせられるっつう人聞きの悪うござんすな。うぬらが天運天秤兼ね備えるなら自由を勝ち取ることもできようて。現にそういう人もいますしね。頭悪くて反抗的なくせに大腕を振って歩いてる元ご令嬢とか。まあでもそれ以外の人たちは大抵餌になったり。騎士殿や、いかなお前様の願いといえど、これ以上寛大な処置は致しかねまする。相すみませぬが、わっちにも立場というものがあり申すゆえに。よきかな。皆の衆も異論はありませぬや。まあ正直自分でぶちのめしてやりたいって気持ちはあるっすが。全員無事で済んだのは姫様の力のおかげだし、俺たちはその力に従うことにしたわけだからな。そうそう長いものには巻かれた方がいいですよ皆さん。あれでもいいんですか姫様、今回の目的って。はてさて、我が家人は何を言っておるのかの。ふうむ。ひょっとして忘れちゃったんですか？騎士殿のプリンセスナイトなる力、それを知るがこたびの目的ゆえに、いかなる折に使わぬかを知れただけでも超過は十分。それすなわちこの少年の心を知るに等しき思議ゆえに。そうそう、思い出したぞえ。確かぶしつけな家人に仕置きせねばならぬところであったわのう、ミーアや。それは忘れててくださいよ騎士殿さん、お助け。よーし、厄介事は片付いたし、みんなで飯にでもすっか。ありがとう。あんたたちの世界の料理も教えてほしいな、英雄さん。ちょっとこうしてわっちもまだ教えていただかねばならぬなり。プリンセスナイトの力とその先に連なるはずのどやつかについて。これが異界の王都ランドソル。
かくもまばゆき太夫をお前様の案内で行うなどと、なんとも贅沢な旅路にありっす。お前様のランドソル、実に麗しき都であり申す。なれど住めば都と申さば、ジオゲヘナもまた都。望みたもうならいつなりと移り住むがようござんしょう。妹のネヤより聞き及びしなれど、こうして目の当たりにした騎士殿の心意気、その姿勢に満ちたありさまには驚きの念を禁じ得ませぬ。夢夢お気をつけくださいますよ。お前様が差し伸べた手の先にあるは、悪意を隠した利害のものやもしれぬよし。されど万が一騎士殿が手を噛まれることあらば、この黒金にてお前様をお守りいたしんしょう。愛らしき子を守りはべるはわっちの望むことなれば。こたびは賊の討伐への助力感謝申し上げたてまつる。賊も捕らえられ、民も心安らかに過ごせると存じまする。本来だったら騎士殿さんにプリンセスナイトの力を使ってもらって、それを私が記録する。記録的な威力の尻尾パンチに乗せることで賊の討伐を予定していたんですよ。ネフィーネラ様が強すぎてお互い出番がなかったですね。しかりとにもかくにも万事無事に目的は達成されて候。あとはキロへと。なんだって勝手なことさせちまったんだ。あそこには近づくんじゃねえって言ってやったろ。だから子供が勝手に入り込んでそれを助けようとした連中まで巻き込まれちゃったの。見捨てればよかったっての？あれ？あの人たちって。一難去ってまた一難といったところかの。見て見ぬふりも手立ての一つではあれどさように仰せられると思うておりんした。時間の都合もありますし、予定外のトラブルは避けたいところなんですけど。そこの人たち注目。姫様が話を聞いてくださるとのことです。村から少し離れた遺跡に子供が迷い込んじまったんす。入り口近くを賊どもが狩り宿に使ってたみたいで、けどあの奥には見慣れない強力な魔物もいて、こっちの攻撃が全然通用しないんです。子供はなんとか連れて帰ってこれたんですが、救出に行った連中が遺跡の奥の変な空間に取り残されちゃって。空間の歪む遺跡と攻撃の通らぬ魔物。
どこぞで聞いた話でありんすな、ミーアや。はい、他の似たような遺跡は集落から離れた場所だったので、この手の被害はなかったんですけどね。まあ他の遺跡とこの遺跡が関連してるかはまだわかんないですけど。いずれは踏み込む気もあらんとそう思うていたみぎり、迷いし民を救うついで遺跡の巡検と参るといたしんしょう。そこなお二方よろしいかの。またネフィーネラ様のお手を煩わせちまうた。ほんと面目ねえっす。何ほどのことやありけぬ。では騎士殿、申し訳ござんせんが、もうしばらくお付き合いくだしゃんせ。ちなみに私もついていく感じですか？一応私机仕事専門なんで、こう露骨に危ない場所はちょっと。騎士殿のお力あらば、いかなる危難も危難にあらず。何よりミーアや我が家人の一人として役目は果たさねばの。あ、なるほど。それじゃあ私もご一緒しますけど、今度はちゃんと力を使ってくださいよね、騎士殿さん。何の話かと。騎士殿のお耳に入れるほどの大事ではありんせん。ただこの横着者に家人としての心得を諭して候。入り口からソードコブラ50匹分くらい進んできましたけど、ちょっと複雑な迷路になってる以外おかしなところはないですね。空間の歪みもなく魔物の姿も見えず、思考して先行させたスライムの網により第一の目当てにはたどり着いたようであるの。あれはネフィーネラ様。ダメです。すぐにここから離れてください。この遺跡は普通じゃない。二度と出られなくなっちまいますよ。大丈夫ですって。帰り道はちゃんと頭の中に入ってますから。待ちよれミーア。あの者らの怯えよう尋常ではありんせん。上か。あれ、天井にいきなり亀裂が。くそ、また瞬間移動してきた。亀裂から離れないと引きずり込まれる。二人とも亀裂の中に飲み込まれちゃったわ。って私も引っ張られてる。助けてください、ネフィーネラ様。面よな。空間に穴を開け獲物を取り込むと、是非に及ばずさりとて迂闊に飛び込むはここへ身を差し出す愚虚に候。スライムにて亀裂の縁を固定いたしんす。ひとまずはこれでよし。さあ騎士殿、奇怪な術を操る魔物ゆえ夢夢油断召されぬよう。これなるはいずこぞやジオゲヘナではあり申さねど、妹からの知らせにあった騎士殿の世界。願わくは正当なるつてにてお目にかかりたき所存であり申したが、ふむ目抜き通りだというに人っ子一人の姿もあらず、風の気配も水の流れも滞り、さればわっちらの目に映るは蜃気楼がごときまがいものかと拝察いたしんす。痛
たたたたた、ネフィーネラ様、騎士殿さん、ちゃんと追いかけてきてくれたんですね。これ喜ぶは少々なり、あの村民らはいかん。それなんですが、私以外のお二人はもう連れて行かれてしまい、助けるにはこの先に進むしかなさそうです。難儀なことよのう。うぬも蛇ならば絡みついてでも止めやというに。無茶言わないでくださいよ。死にますよ、私が。まあ得て増えては心得ておるゆえに、騎士殿の世界の眺めを予習しながら化け物退治としゃれ込むといたしんしょう。ボイスデータが不正です。エラー。ランダムな値を参照します。やばいですね。やばいわよ。ぶっ殺すわよ。主様、主様、アニーターン。例の魔物たちが戻ってきました。ペコリーヌ姫らの口調の模倣のようでありんすな。この風景も鑑みるに、キャツら相対したものの記憶に触れ再現する力があるのやもしれません。それって本当ですか？恥ずかしい記憶とかも再現される可能性もあるってことですか？ほう、職務過失とその隠蔽が露見して大事な鱗を剥がされた時よりも恥ずかしい記憶かえ。忘れてください、そのことは。やれやれ、虐待もなきことでありんす。されど遺跡内に限り幻の空間を作り出す魔物というところかの。どちらかといえば魔法生物のごとき趣なれど、精神読みはごく表層で防御も安し、いささか不出来な造作物よの。お前もプリンにしてやるの。来ました、ネフィーネラ様、なんとかしてくださいよ。おぶしゃれざんすな。さて小手調べと参りましょうぞ。さすがネフィーネラ様。ってあれ、ド S さん、ド S さん、こんなに激しいなんて。あれ、倒せてないんですけど。もう手抜きしないでくださいよ。攻撃の通らぬ魔物という噂もあながちホラではない様子。しもべの還元に従い手抜かりなしで参るとなると、騎士殿の力を借りて空間ごと握りつぶせばよかろう。それはダメです。私たちや村の人たちまで死んじゃいますって。4割、いや3割くらいでお願いできませんか？手を抜くなの次は加減をせよと。注文の大きしもべであるに。が湯の熱さをそのままに凍らせるごとき所業はわっちとてかなわず、なれば順序通り民を救い、後に魔物を撃つしかあるまいの。つまりこいつらから逃げながら要救助者を探すってことですか？しかり騎士殿よ、かけっこは得意かい？やばいわよ。どんどん来る。とりあえず村人たちがさらわれていった方向に案内します。で、どこですかここ？
盗み見た記憶をでたらめにつないでおるのであろうの。化け物に地理を返せよというのも無理な話でありんすが。イベント番号エラーテーブルに入力された数値が不適切。エラーコードをお問い合わせ窓口まで。おそらくあの魔物は世界の歪みの顕在、不具合の産物。平時の道理が通らねば波の攻撃が通らぬのも無べなるか囲まれちゃいますよ姫様。な。長いは無用。騎士殿、ミーアや少し調子を上げませい。結構頑張って移動してるんですけど、岩が尻尾にゴツゴツ当たって痛くって。貴重なご意見チェルーん。また景色が変わって、ここ目がチカチカします。っていうかもう走れない。あそこにいるのネフィーネラ様たちか？まさか我々を助けに来てくださったんですか？こんなところまで。さようなり。まだ食われてはおるまいな。良きかな。身の程知らずな女ですね。教育が必要です。クスクス。話し合うのは無駄なんだよ。弟くんへの愛の前に言葉はいらない。まだ増えてくるんですか？囲まれちまったぞ。これじゃ逃げようが。皆の衆、わっちのそばより離れるでなし。すげえネフィーネラ様。我らが姫様のスライムは攻防一体。守りに徹すればこの程度の攻撃じゃびくともしませんよ。だから他人のふんどしで胸を張るなと言うておろうに。とはいえ防ぐは安かれど、互いに決め手がなくば千日手堂々巡りにそうなんぞ包囲を破るたずきはしかり。されど騎士殿、お前様はわっちの大事な客分。一人飛び出す無謀などしてくださいますの？騎士殿さん、目を閉じて静かにうなってどうしたんですか？トイレは我慢してくださいよ。うつけ者、静かになさりや。あいた、鉄の手でデコピンしないでくださいよ。視界がグラングランって本当に揺れてる。揺れてるどころじゃねえ。足元が消えかかってねえか。魔物たちが騎士殿の思考表層を読み、景色をまた変質させておるようだの。しかも落ちる。空のど真ん中じゃねえか。騎士殿さん、なんでこんな記憶があるんですか？お前様、本に愉快な殿方でありんすな。ではこいつは
ネフィーネラ様の上ばみ。なるほど、騎士殿さん姫様が飛べるのを見越して。すごいです。それに魔物たちはどんどん落っこちていってます。素敵な仲間が増えますよ。騎士殿や相すみませぬが、もう一働きを。わっちめにどうぞお前様の力を授けていただきとう存じます。ほう、これは姫様、どうですか？なんかこうドカーとかピキンとかって感じしますか？そう鼻息荒げ顔を近づけるでなし。今のわっちがうぬの顔をはじけば、金槌で生の卵を打つがごときありさまになりけぬ。鉄の手でデコピンはやめてくださいよ。姫様の鉄の手がどんどん大きく。まるで巨人の手みてえだ。豪獣ゲドンだって指先でひねり潰せちまいそうな。一体どうするつもりなんですか、ネフィーネラ様。先ほども申したであろう。騎士殿の力を借り受け、この空間ごと魔物どもを悪解いたしんす。そう、この星の採用のコアのごとく。討伐数上限です。相手は全滅。お見事です、ネフィーネラ様。それに亀裂の中の空間からも出られたみたいで、ほんと助かりました。ネフィーネラ様、難しい顔をされてますけど、まさか騎士殿さんの強化の反動とか。さようなものはありんせん。ただ騎士殿が強化のための集中に入った折、己が限界を幾重も超えた力が湧き上がり、のみならず騎士殿の魂に触れ、そのぬくもりに照らされたかのごとき心持ち、なんともはや摩訶不思議な力であることか。わっちのごとき人でなしに対しても。またしても村の者を救ってもらって本当ありがとうございます。まさか無敵かと思った魔物すら倒しちまうとは。頭を上げや長殿。わっちらもかねてより興味のあった魔物の情報を仕入れることができたゆえ。おお、やっぱすげえやね、フィーネラ様。あんな騒ぎの最中にきっちり調査までしてるとは。騎士殿の助力にも御礼申し上げまする。プリンセスナイトの力しかと承りて候。世に二つとない類まれな力なれば、お前様が持つのであれば、おそらくは良き答えをもたらすのでありましょうな。やっぱりネフィーネラ様はプリンセスナイトの力だけに興味があるわけじゃないみたいね。あるいはネフィーネラ様からそういう興味を引き出した騎士殿さんの人柄が珍しいからなのかな。まあ考えても仕方ないし、今はただ記録に専念と。
モンストレスはこの地ではいかんせんキーの眼差しを向けられがちであります。騎士殿の寛容さはまことたっときものでありまするの。騎士殿や、改めてこたびは世話になります。ジオゲヘナを離れアストルムへの案内並びに大江戸なるというの案内を引き受けてくださったこと感謝申し上げたてまつる。いやー、ついに来ちゃいましたね。ネフィーネラ様、騎士殿さんから大江戸の話を聞いて以来、いつか観光したいっておっしゃってましたし。かねてから大江戸のお噂は妹のネアより聞いておりましたが、重ねて騎士殿からも食事処や温泉宿の話を聞き及び、是が非でも一度この足で行いたいと願いまして候。まだまだこっちの世界のことはよくわかりませんけど、見た感じここはネフィーネラ様のご趣味に合う街っぽいですし、楽しみですね。ふむ、わっちの雰囲気が東国に通ずるものがあると。なるほど、道行く女子の着物や飾りはわっちの趣向と通ずるところもありんすがこれまた一体いかなる市議でありんしょう。不可思議千番でござんすな。実は今回ついてきたのってそれもあるのよね。騎士殿さんの話を聞く限り、ネフィーネラ様って東国文化となんか関係があるような気がするのよ。私や他のジオゲヘナの住民とは全然話し方が違うし、身につけてるものもなんとなく東国っぽい感じだし、従者として主のことは知っておかねば。あくまで従者として。これミーヤや、捨て置かれたくなくばはいようきませんや。待ってくださいね、フィーネラ様。お財布持ってるのだって私なんですからね。期待通りこちらのというはわっち好みでござそうろ。どちらに一別くれてもその造形たるや愉快痛快意図おかし。珍しいのは確かですけど、私お腹空いちゃいましたよ。そろそろお昼にしましょうよ。あ、そこの方、この辺でいい感じの飲食店とかご存知ないですか？生卵とかメニューにあると嬉しいんですが。ん？それなって感じ。どうやって入ってきたんだ魔物め。売ってるか？ナイトメアを呼んでこい。ふむ、どうやらあらぬ誤解を招いている様子。ネアも確かモンストレスはこの地では異邦人に等しいと言うておったの。通報があったのはここだな。見たことのない新種の魔物か。暴れられる前に仕留めてやる。異邦人っていうか、町に魔物が入ってきたって感じの扱いです。このままじゃ観光どころか外交問題に。どうかお待ちあれ、お前様。ここはわっちが取りなすといたしんしょう。ほう、人語を話すとはますます危険だ。
そういう手合いは知恵が回ることも多いしな。人のことの葉を扱うは当然の試技。わっちらは人に他ならず、この装いはただ単に仮装でございますれば。なんだと？待て、本当に仮装なのか？長らく大江戸への観光を心待ちにしておりましたゆえ、いざその時が来し折に、ふさわしき晴れ姿で大人いたいと愚行せし次第。少しばかり心得違いがあったのは否めませぬが。そうなんですよ。私の尻尾もすごくよくできてるけど、実は着脱可能な作り物で、魔法で接着してるから今は取れないですけど。そうだったのか。だとしたら騒いで済まない。この町も定期的に魔物の被害に遭っていてな、どうしても敏感になりがちなんだ。なんの誤解を招く姿形での来訪はこちらの落ち度でありんす。心よりお詫び申し上げたてまつる。言葉遣いも東国かぶれっちゃかぶれっぽいけど、でもな。とりあえず事情は分かった。みんな、この人たちは仮装してるだけの人間だ。危険はないから散った。銅像にもなってる将軍さんが大丈夫ってんなら、騒ぎにして悪かったな、あんたら。助かりました、騎士殿さん、ネフィーネラ様。少しばかり苦し紛れの向きはあれど、騎士殿の取りなしもあって助かり申した。こうした文化の違いもまた異界の旅の醍醐味でありますな。にしてもミーアやウヌの尾が着脱可能とはまるで知らなんだ。国元へ戻りし折にはぜひとも披露してもらいたいものだの。いやあれは土佐に出ちゃったっていうか、パワハラやめてくださいよ。パワハラではござんせん。腕っぷしに劣る自覚あらば口八丁の一つも身につけよと、そう申しつけて候。ウヌが得てとするは記憶力や散力、攻撃以外の魔法であれば下の滑りを癒ますはその得手を補い、それこそモネや他の兵らにはないウヌの強みとなるだろうからの。善処します。期待しておるでな。では騎士殿やミーアメの所申す食事どころを探すといたしんしょう。お待ちどうさま。ざるそば山頂に天ぷら盛り合わせ、それから生卵が一つね。ふむ、実に素晴らしき香りであります。ミーアやいかがであるか。美味しいですね。特にこのざるそばとかいう食べ物はジオゲヘナにはあんまりないさっぱりした感じと言いますか。みんなにも食べてもらいたいな。あ、そうだ姫様、ジオゲヘナでもざるそば作ったりできませんかね。ふむ、それは難儀であろうな。そばとは高温多湿の環境にはなじまぬ種。そもジオゲヘナとは農耕に適さぬ世界ゆえ、無論ウヌが一人でそばを育てたいと望むのならば止めはせぬ。わっちは商売に預かるのみ。言ってみただけですって。農業とか私には絶対無理ですし。いや騎士殿さん知らないんですか。
農業って大変なんですよ。魔物の集まってくる餌場を作るみたいなものですからね。これもまたジオゲヘナとアストルムの違いでありんすな。わっちとしてはこうして大江戸で堪能できれば満足で候。後でそば湯もいただこうかの。そば湯？へえ、タレとか油って余ったら捨てられがちだけど、こっちの世界では持続可能な食料開発まで行っているんですね。この見事な天ぷらしかり、調理の技巧や研鑽においてはやはりこちらの世界の方が一歩も二歩も進んでおるようだの。香辛料などを用いる料理ならジオゲヘナも引けを取りませぬが。どれも大変美味でござんした。さすがは美食殿の一員が推薦せし料理茶屋でありんす。これは次なる案内にも期待が持てるというもの。腹ごなしはいずこへ参りましょうや、騎士殿。ここは何屋さんでしょう。見覚えのない小道具らしきものがたくさん並んでますが、おもちゃ？これ全部が？しかも遊び方がわからないものばっかり。どれも東国由来のものばかりだからね。お客さんたちよそからの観光客だろう。もし遊び方を知りたいおもちゃがあったら言ってくれ。ふむ。ネフィーネラ様、何をしてるんです？さっきから木槌で玉をカンカンやってますけど。けん玉でありんす。このように木槌を繰りながら玉を落とさず打ち上げ続ける遊びで候。お、なんだ、けん玉は知ってたのかい。しかも上手じゃないか。かなり練習しないとそこまでできないよ。でもネフィーネラ様がこんな遊びしてるところ見たことないよな。恥ずかしながら王子よりかような類の戯れには天秤があると言われておりまする。本当に初めてだとしたらとんでもないな。どうだい、他に興味のあるものはないか。ふむ。おや、こちらは花札でありんすか。なんだ、花札も知ってるのかい。こりゃおじさんの解説の出番はなさそうだな。綺麗な絵が描いてある札がたくさんですね。これどんな遊びなんです？ちょっとやってみたいかも。うぬの有金を巻き上げ尻毛までむしり取る遊びに候。これは日が様。蛇の尻に毛は生えぬであったの。花札とは単純に規則に従い札を取り合う遊びにて候。札に描かれているのは季節ごとの花や風景、動物でありんす。詳しいなどと口が裂けても申せませぬよ。どれもこれも話に聞くばかり。遊んだ試しはござんせん。そういえばネフィーネラ様ってちっちゃい子と遊ぶとき誰も知らない遊びをするわよね。確かお手玉とかあやっとりとか言ってたかしら。よく見たらこのお店にも微妙に違うけどお手玉みたいな遊び道具が売ってるみたい。もしかして東国っていうのと何か関わりがあってそれを隠してるとか。やましいことがあるってわけじゃなさそうだけど、なんだか
すごく優しい目をしているというか、まるで何かを懐かしむような。ご天主殿、この花札一式包んでたもれ。お、毎度あり。やっぱり花札は図柄が綺麗だし、大江戸の思い出にするにはうってつけだからね。さようでありんすな。ルールブックはいるかい？つってもお嬢ちゃんは喋りも東国の芸者みたいだし、そんだけ東国文化に詳しけりゃ釈迦に説法ってやつかね。ネフィーネラ様の喋り方って芸者って種族と近いのかしら？芸者は種族にあらずなりわいでありんす。意味軸もご天主殿のお察し通り、わっちの語り口は芸者のそれを真似びしなりけり。ござんせん。ただの一度たりとも。なればこそこたびの物見湯さんも心底楽しめるというものでありんす。東国に行ったことないのに、東国の特定の職業の人と似たような喋り方って、余計にわからなくなってきちゃった。わっちの語り口の由来などせんなきことなり。諏訪騎士殿や次なる見どころへと案内いただきとうござんす。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、ついでに参加してごらんなさい。ちいわき肉踊る大活劇の大立ち回り、ただいま参加者募集中。何か騒いでますけど、何でしょう。魔物の討伐にでも行くんですかね。なかなかに楽しげな辻芸であります。もっともにわか素人の立てる役どころには限りがありましょうが。こりゃ手厳しい。でもその通りだよ。お客さんに盾をやらせて怪我なんてさせちゃいけないからね。でもきっと旅先でのいい記念にはなると思うんだ。どうだいお嬢さん、よければ参加してみないか？悪党に捕まる商人の娘役だよ。わっちもかねてより辻芸には興味深しく、三門役者にも満たぬ身でせがむは宦官の至りなれど、座長殿のお許しあらば参列させていただくはやぶさかでござんせん。なんだこの子、もしかして時代劇マニアとかか？普段からこんな喋り方のやつ、大江戸でもめったに見ないぞ。悪党に捕まる娘の役なんていうか、あんまり想像できませんね。ネフィーネラ様なら普通に賊を瞬殺しそうです。これミーヤや野暮なこと言いのし、劇は劇として興じるが作法に候。騎士殿、あないの途中で申し訳ありんせんが、かたじけなく存じ上げる。では座長殿、格好は気の身気のままでよいのかい？そうだな、ちょっと東国っぽいし大丈夫だろう。こっちが合図したら適当に「助けて!」とか「やめて!」とかそれっぽい感じのセリフを言ってくれれば大丈夫だから。一切承知であります。演者のお歴々を煩わせぬよう一意専心努めて候。よろしく頼むよ。ぜひ息の合った演技で物見客の度肝を抜いてくれ。鹿山の銀次でも人質を取られちゃう。動けめ。汚ねえぞこの外道どもが。その娘っ子とっとと話しやがれ。よし、ここで合図を出して頼むぜ嬢ちゃん。アナ、
さても悲しき顛末ようなることなり、わっちが豪商の娘にあらずばかような市議にはならざりし者を。えなんて言ってんだこの子。新手の魔法の栄唱か？バカ、役を忘れるんじゃねえ。こりゃ東国の古風な言い回しだ。じゃあ俺が死ぬわけないだろう。こんな格好してるけど生まれも育ちも本当はランドソルなんだぞ。よよよ。おっといけねえ。お嬢さん、悲しむことはねえ。この近山の源氏、必ずや悪党を成敗してくれな。短慮はなりませぬ銀次殿。お前様の御身に万一のことありますれば、わっちはもはやお詫びのしようもござんせん。わっちの家が富を手放さば落着に存じますれば、どうかあたら命を捨てる真似はやめておくんなまし。バカ言うな。こんなクズどもにまっとうにやってきたお前がビタ一文やる必要なんざねえんだよ。おお、あの娘っ子やるじゃねえか。飛び入り参加なのに本物の役所みたいだぞ。いいですよ、ネフィーネラ様。輝いてます。占領役者でいいんです。そうですね。こんなご機嫌なネフィーネラ様、めったに見られないわよ。旅でテンション上がってらっしゃるのかしら。問題はどこで東国風の芝居劇を知ったのかってことだけど、ジオゲヘナには当然こんな催しはないわけだし。あな神仏よ、わっちのごときはしために命かけるマスラをどうか助けたもれ。はしたマスラ。もう何でもいいや、やっちまいやー、お嬢ちゃんには恐れ入ったよ。あんな迫真の短歌を切って盛り上げてくれるとはね。正式に役者として雇いたいくらいだ。それは上々。されどもほどなくわっちは大江戸を去らねばならぬ身。お気持ちだけ頂戴するほかござんせん。ただお前さんの訛り、本物の芸者と違ってちと独特だったな。もし本気で芸を覚える気があるんなら、ぜひ東国にいる本物の芸者を訪ねてみてくれ。ご上言感謝申し上げたてまつる。東国なる地もいずれは訪れたく思いはべり。騎士殿にもご満足いただけたのなら、一肌脱いだ甲斐もあり申す。少しばかり汗もかきしおり、そろそろ宿に向かうといたしんしょう。ほう、こちらが騎士殿ごひいきの温泉宿でござんすか。東国の画種にあふれた作りやしつらえ、まことよきかな。ミーアや、先頃より何故そうも思案顔をしておる？怒らないで聞いてもらえますか？言うに及ばず、わっちのめずる茶器をうぬが割った時でさえ声を荒げたことはなかろうに。その説は申し訳ありません。ただそういうのじゃないんです。前々からちょっと気になってたことがありまして。やっぱり騎士殿さんも気になってた？ネフィーネラ様はずっとジオゲヘナにいたはずなのに、あまりにも東国文化にお詳しすぎます。特に本場とはちょっと違うとはいえ、
東国なまりの言葉遣いをしてるっていうのは少し興味があって書物を読んだ。では説明がつかないかなって。それでわっちがジオゲヘナゆかりでなく、その実は東国生まれなのではとでも。少しだけ。すみません、すみません。お仕置きはしないでください。まったく素直なしもべであります。さような程度で仕置きなどいたさぬよ。それにうぬの疑念にはいいなと答えておこうかな。東国のお生まれではないと？でもそれじゃあ古今東西女性とは秘密をまとうものなり。されど騎士殿には幾多の借りがあり申す。お望みとあらば姫を騎士市議を明かすことやぶさかでござんせん。私には教えてくれないんですか？当然であろう。うぬの口は軽佻極まるからの。そんなことないですって。騎士殿さん、聞いたら私にも教えてくださいね。そうでなきゃこっそり聞き耳しちゃいますから。いのりちゃんもかすみんも振り袖姿が可愛かったな。姫とは皆に等しくあるべきというなら、わっちは紛れもなく失格でござりんす。弱くいとけない幼子にはつい肩入れしてしまいまするゆえ。わっちの目にかかれば誰も彼も幼子に等しくなればこそ、肩入れするは関わる者の心根次第。お前様やモネならば目に入れても通用にありんせん。女子の心は時に空模様より繊細にありますれば、いくら大前自弱のものであろうと、うちに臨機の一つや二つ抱くもの。されどそれを悟らせぬもまた乙女心。お前様の周りにはさようにけなげな女子も多くあるように見受け申す。こうして野暮天極まるわっちもいずれその心を知ることが叶うやもしれませぬ。これはますますお前様から目が離せませぬの。
抜き足差し足。お邪魔をいたしんす、騎士殿や。ふむふむふむ頬に触れても起きぬほど深くいぬれておられるご様子。なんとまあ無防備なういね姿にありんしょう。かくもうぶな様をさらしては悪いスライムに食われてしまいますえ。なるほどなるほど。このぬくもり、まるでモネの幼き頃を思い出しまするな。ああ、いいな。獅子村のこのこわばりはやはりおのこでござりんす。よきかなよきかな。意図あやふし、わっちとしたことが不覚にも本意を失念せり。諏訪騎士殿よ、失礼つかまつり申す。眠るお前様の心たゆたう夢の中へと。お番でありんす、騎士殿や。失礼つかまつり申す。誰ぞとはまたつれなきお言葉。わっちとお前様は実婚の間柄でありんしょう。まるで狐につままれたがごときそぶりでありんすな。このかんばせにも言葉遣いにも覚えはないと。ちと待ちたもれ。この手の技は不慣れでのう。思い出していただけたようで頂上にあり申す。とどのつまりはひと夜の夢のむつ語り。かりそめの出会いを演ずる戯れも愉快げなれど、それはまたの折にでも改めましてネラと呼んでくだしゃんせ。今宵は出羽亀、いな出羽蛇に気兼ねのいらぬ場にて、騎士殿のこと問いに依頼るためはべりて候。すなわちわっちの身の上、姫を騎士市議、その一端をの。ささ騎士殿や、舌を濡らすためにまずはご一献。アルコールは混ざっておらぬゆえご遠慮無用にござ候。気持ちよき飲みっぷりでありんすな。時に拝察するに騎士殿はわっちの姿が心がかりなご様子で、何ほどのことやありけむ。この身は黒金のスライムなればもとより姿形など定まらず、千変万化自由自在にござ候。かてて加えてわっちの本事ははるかはるかに大きく大きくなれば、この姿もこれまでの姿も50歩100歩の差しかありませぬ。さようでござんす。ご敬が深く感じ入り候。何、人でなしなど珍しいものではありんせん。うつしおに根を刺すは人の子に限る話ではありませぬゆえに、なれど天使や悪魔ならともあれ、わっちのごとき古顔の野暮天においては、お前様らの繊細極まる余剰の機微は理解に難く、王家の装備はかようなわっちの拙劣を助け、お前様らとの仲立ちとなる道具にあり申す。
元来の使徒からはかけ離れておりまするがの上んなるいい相すみませぬ。つまるところ王家の装備なるはすなわち人の根源、本能、本性にまつわる道具と思いはべり、故にこれなる道具に触れれば人でなしのわっちでもお前様らの心を知り、お前様らの振る舞いを真似たそぶりができます。もっとも妬みそねみなる心持ちはわっちにとって難解至極。人の子の持つ美点などにはすべからく愛らしさしか覚えませぬゆえに、同じ腹よりまろび出た稚児にはあらねど、血は水よりも濃しの言いあらば、わっちとあれは確かに姉妹にあります。かてて加えて人の形を真似た折のわっちの姿はあれの血族の骨骨より踏まえておりまするゆえに、昔々去る南方の当初にて平穏なる小国あらん。昼に起き夜に寝るつましき暮らしを長く長く続けており、長き長き間地の深くに埋もれていたわっちのかけらは巡り巡りてその島国の鬼人に流れ着き、思考して今のこのカンバセは亡き彼女よりよすがとして借り受けし者なり。時を経てネアの生まれいずるより1世紀近く前のこと、かの地へと日の丸を掲げし子卒とそのお仲間らが参られり、紆余曲折あれど彼らと島主らは友誼を結び、短き闘竜の中に有形無形の数々を残していきんした。文字、技術、習わし、そしてことの葉もしかり、昔日のわっちはまだ路傍の石のごとしであったゆえ、あくまで見よう見まねで学ぶほかなく、芯を通すにはまるで時間が足りませなんだが随分と虐待もない昔語りをしてしまいましたの。おや騎士殿、杯が空でありんすな。これはご無礼ではもうご一行なんなりとかようなさまつごと騎士殿もご存知でありんしょう。わっちは鉄のスライムでありますれば。縁も竹縄なれどそろそろお開きの頃合いの模様でありんす。では騎士殿や、またすぐにあちらの世界で。あいや、お待ちあれ。今一度。なんともはや夢の締めくくりの手はずをなんぞたがえてしまっているかのう。まことむくつけし、はいからなからくりはこれだから困りもす。となればわっちと騎士殿はこのまま夢うつつのさなかに果てる結末になりもす。それもまた悪くない寝物語やもしれませぬが、あな恐ろしやさような市議になり申さば、騎士殿を慕う女子たちより岩礁の火よりも熱き妬みを浴びせられてしまうは必定となれば、これいるのであろう。どこぞで耳をそば立てておるのであろう。
出羽亀ならぬ出羽妖精よ。騎士殿を目覚めに導くはうぬに預けるでな。丁重に丹然とお見送りするように。さもなくばわっちらの上からうぬの住処を叩き落としてくれようぞ。やばいわね。本当にやばいわ。あれやばすぎ。この後に及んで私にもまだ正体わからんし、やばすぎはべり今そかり。あ、やばすぎて言語ルーチンまでおかしくなってきちゃった。まあそうね、そうなんだけど、現実の方にいるのかしら、そんなの。大事なところで嘘つくような性格じゃないとは思うけど。私としちゃ知らないならそのままでいいこともあるって主義だし、ついでに危ない橋は渡らない主義だけど、なんか気になるってか、あんなクイズみたいなふりされちゃったら、ちょっと調べてみるかってなっちゃうわ。クイズ好きとしちゃ。じゃ、こたびはこれにておさらばですおろう。ついでに語彙力ちょっと探してくるわ。あ、もし聞かれたら、私が今節丁寧にあんたをもてなしたって言っときなさいよ。おはようござんす、お前さん。なんともはや、どうしてとはつれなきことを言い申す。よもや騎士殿、お忘れになられてしまったのかえ。ゆうべ交わしたわっちとのむつごとを。なるほど。認識阻害なる試技はこれなるよ。ちとばかり寂しくはありんすが、騎士殿に力を与えた者は認識阻害に直の関わりはなし、悪意らしきものもないようであるし、それが分かっただけでもこたびはよしとするかの。いいないいな、お前様が頭を下げる道理などありんせん。わっちもちとばかり羽目を外しすぎたやもしれませぬゆえ。あれ、姫様いないと思ったらなんでこっちにいるんですか。やれまったく、朝も早うから想像しきことよの。何ほどのことやありけむ三文の徳とやらを堪能したまでのことなり。何ですか徳って。ご自分だけずるいですよ。騎士殿のうい寝顔を独り占めできるとあらば、起き明かすは三文どころか、まさに値千金でありんした。もう子供好きなんですから。いや、騎士殿さんそんなかって気もするけど。妬みそねみを分かりかねるわっちではあれど、お前様を独り占めする者あらば、それは役に足りるかもしれませぬな。